こんにちは。今回は、指定した座標に射撃できる TNT キャノンを紹介します。本動画では、このキャノンの動作と仕組みを説明していきます。説明のため、操作室に入ります。まず、TNT の保管場所について、創薬となる TNT カートは、上の4つのチェストに入っています。弾頭 TNT は、下の4つのディスペンサーに入っています。それでは、操作の説明に移ります。このキャノンは、様々な設定が可能です。まずは仰角。弾頭 TNT の仰角を調整します。仰角は、初見台の本のページで設定できます。こちらのレバーは微調整用です。次に、弾頭の爆発遅延の設定。弾頭が爆発するまでの時間を設定します。これも、初見台の本のページで設定できます。こちらのレバーが微調整用です。最後に、TNT カートの装填について。カートは、4つの場所に任意の数装填できます。音符ブロックを右クリックして装填します。カート数の比を変えることで、発射方位を変えられます。発射ボタンを押します。このように打ち出されます。この後は、実際に指定座標へ射撃していきます。前半は指定座標、後半は距離と方位角情報のみで射撃します。まずは指定座標。標的の座標は、X が-80、Z が100です。この座標を、自作の外部ツールに入力します。こちらが、外部ツールの画面です。座標を入力すると、着弾点の近い順に候補を出してくれます。標的の座標を入力します。今回は、この候補を選びます。ゲームに戻ります。先ほど選んだ候補の通りにキャノンを設定していきます。仰角を10度に設定。弾頭の遅延を 1.3 秒に設定。カートを緑が8、赤が1で装填。発射。破壊できました。次は、標的は見えるが座標がわからない、という場合です。まず、発射口からまっすぐ上がります。F3 のデバッグ画面を開き、標的の方位角を読み取ります。望遠鏡を使うと、角度の精度が上がります。ここは、-30度とします。そのまま、望遠鏡のメモリを読み、標的までの距離を測定します。距離は、92メートルとします。方位角と距離を得られたので、ツールに移ります。モードを円筒座標に切り替え、値を入力します。候補はこのようになりました。先ほどの指定座標のデモでは、1番目の候補を選択していました。しかし、実用上は、カートの消費量や、弾頭のランダム性も考慮して選択するといいでしょう。と言いつつ、候補がいい感じなので、今回も1番目の候補を選びます。ゲームに戻ります。仰角を0度に設定。弾頭の遅延を 1.1 秒に設定。カートを緑が2、赤が6で装填。発射。破壊できました。ここからは、TNT キャノンに使われている技術を、重要な部分のみ、4つほど解説していきます。まず、仕様的なところですが、このキャノンは、レールが水に流れない新しい仕様を使っています。そのため、バージョンは 1.17 以降でないと動きません。次に、仰角の微調整についてです。仰角の微調整は、水源と水流の切り替えで行っています。これは、
Y 軸方向の抵抗が水源と水流で異なる仕様を使っています。その次に、弾頭 TNT の遅延についてです。初見台の出す信号レベルがページ数で変わる仕様を使って、遅延時間を変えています。最後に、胸郭の調整についてです。これは、弾頭 TNT を打ち上げるピストンの動作開始時間を変えることで胸郭を変えています。ピストンの動作開始時間、つまり弾頭の打ち上げ開始時間が変わると、カートが爆発する瞬間の弾頭の位置が変わります。位置が変わればカートとの角度も変わり、結果、胸郭を変えることができます。さらに、カートを持ち上げるピストンの動作、不動作も、胸郭の可変に寄与しています。以上のような技術を詰め込んだのが、この TNT キャノンになります。次は、外部ツールの技術解説です。このツールは、標的の座標か、距離、方位角を入力すると、適切な設定の候補を出してくれるものです。先ほどから紹介している TNT キャノンは、設定の選択肢が多いキャノンでしかありません。そこで、座標によって適切な設定を提示してくれるツールが、この外部ツールになります。ここからは、ツール内部の技術を説明します。まず、このツールには、様々な行角、カート数で射撃された TNT の初速度が、5040通り記録されています。初速度は実際に射撃して記録しました。次に、弾頭遅延から着弾点を得ます。初速度と遅延が分かっていれば、あとは数式から着弾点を得られます。弾頭の遅延は、0.3 から3秒の28通りあるので、ここから約14万箇所の着弾点を得ます。ツール右下は、この14万箇所の着弾点と標的座標との距離をすべて計算し、距離が近い上位5つの候補を表示しています。さて、ツールの画面からもわかりますが、弾頭は指定座標に直接到達しません。実際は、指定座標に最も近い座標に着弾します。ただ、着弾点がかなり多いですし、TNT の爆発力で補える部分もあるので、指定座標、と言っても問題ないと思われます。サバイバルのマルチ環境に移動しました。サバイバルのマルチであっても、使い方は変わりません。特有の注意点としては、ダメージ範囲と TNT カートの製造があります。かなり広範囲にダメージを受けるので、十分距離を取ってください。TNT カートの製造については、別の外部ツールを使って効率化します。TNT カートの製造は、クリックの回数が多く、かなり面倒です。そこで、このような装置と、クリックの自動化ツールを使います。クリックの自動化ツールには、オートクリッカーを使いました。装置は、トロッコを排出するドロッパーにクロック回路をつなげたものです。装置を起動します。インベントリを開き、ツールを起動します。TNT カートが投げられ、それを奥のホッパーが吸います。このように、TNT カートの製造がかなり楽になります。なお、カート用の鉄の製造には、アイアンゴーレムトラップが便利です。最後に、配布物の注意点について話します。まずは、配布データの取り扱いについて。配布物は、無改変で二次配布しない、自作発言をしないなど、常識の範囲内でご自由にお使いください。次に、TNT キャノンの向きについてです。キャノンの向きを変える場合は、注意点があります。向きを変えるとき、操作室のコンクリートは方角を合わせてください。ツールにある通り、北西が赤になるようにします。キャノンの方角依存というわけではないですが、キャノンと外部ツールの方角を合わせる必要があります。いかがでしたでしょうか？この動画が、TNT キャノンの高度化に何か貢献できればと思います。ご視聴、ありがとうございました。